これから、ライブインタビューを開始したいと思います。今回はゲストデザイナーがプラハにいらっしゃるので、プラハから2人で送りたいと思います。はい、まず、私の方から、ライブインタビューについての説明をしたいと思います。私は今回のジャパン ECR ブースのキュレーターの杉山至と言います。まず最初にこのライブインタビューの趣旨について説明いたします。今回の PQ の全体のコンセプトはレアビジョンです。私たち日本チームはこれを受けて2つの言葉を選びました。一つは、マレという漢字です。このマレという漢字には2つの意味があります。一つはまさにレアということですね。でもう一つは、希望の望みということです。パンデミックの後の混沌とした世界の状況の中にあっても希望を持って未来へ進んでいこうという思いが込めてあります。もう一つはつながるコネクトということです。パンデミックで私たちは分断されました。移動も制限されて身体的にも分断されました。これほどさまざまな距離というものを意識した時もありません。しかし今までとは違うつながり、例えばウェブ上でリモートでつながるという手段を同時に手に入れました。距離や時間、言葉や文化などさまざまな分断を超えて新たにつながり直す方法を探したいと考え、このライブインタビューを企画しました。古典芸能から現代劇、さらにはアニメや漫画を原作としたミュージカル、2.5 次元ミュージカルなどのエンターテインメント、狭くて小さな国ですがさまざまなジャンルの舞台芸術が共存しているのも日本の特徴です。このような状況の日本の舞台芸術シーンで活躍しているデザイナーの方15人にこのマレということとつながる、新たにつながるというテーマに沿って作品を紹介していただきます。では早速始めたいと思います。 Let's start。 じゃあ、まずは、今日のゲストの、二村周作さんです。よろしくお願いいたします。皆さんこんにちは。私は今紹介していただきましたデザイナーの二村周作です。私は主にストレートプレイですとかミュージカル、オペラ、ダンス、そういったジャンルの舞台の空間をデザインしています。舞台美術はいろんな考え方が、受け入れられていると思うんですけれども、私は特にその舞台に立つ、パフォーマー、その舞台のストーリー、そういうことがいかに観客の心に、届くか、パフォーマーの姿がいかに、美しく見えるか、そういうことに特に興味を持っています。そのような考え方でいくつもの作品を作ってきました。30年以上舞台美術の世界を楽しんでやっています。これからその作品を紹介していきたいなと思っています。まずご紹介するのはお聖断交です。今回はちょっと時間の関係もありまして、このお聖断交という作品に焦点を当てて紹介していくことになると思います。まずこの作品のバックグラウンドといいますかストーリーを簡単にご説明します。この作品は日本の有名な小説家江戸川乱歩の推理小説、いくつかの推理小説をコラージュ的に再構成した作品です。非常に暗い陰影のある、そして複雑な人間の心理などを鋭く書いた小説です。私は特にその複雑さ、そして人の心にある光と闇のコントラスト、そういうものに興味を持ちました。それこそが私が今回 PQ に挑む時に感じたレアというコンセプトと何かつながるという感じがしたのです。と言いますのも、PQ のコンセプトレアというのはもちろんレアというのは珍しいですとか稀という意味はジェネラルな意味であると思います。しかしながらそのレアというのはもしかしたらその
珍しいことでもあると同時に、全ての人々の心の中に潜む何か自分でも理解できない、または不可解な考えでもあると私はちょっと感じるのです。特に私の好きな言葉でアンキャニーという言葉があります。日本語ではよく不可解と訳される言葉ではないでしょうか。このアンキャニーという感覚を私はレアという言葉に結びつけて、今回この作品を P 級に出展することに決めました。少しリファレンスを見せます。参考作品見せます。参考資料見せます。はい。これは一つ一つの写真は私がいろいろな資料からこうピックアップした写真なんですけれども、少し一つ一つにあまり時間をかけないでちょっとご覧に入れます。ただ私がこれらの写真を通して美しいと思うのは、この光と影のコントラスト。時にはそれはとても鋭く、時には柔らかくぼやけていると見えます。はい。例えばこの人物のシルエットの写真、この写真は非常に、この「おせい断行」というストーリーを表す上で象徴的な写真にも感じました。これらもリファレンスの数々です。この人が先ほど私が申し上げた、小説家です。江戸川乱歩。彼の作品はとても暗い、でも暗いだけじゃなくてユーモアがあったり親しみがあったり、そして何よりも人々の好奇心を刺激する作品を書いている小説家です。英語で訳されているものも多いと思うので、ぜひご覧ください。もう一つ、彼の生きていた時代ですね。彼の生きていた時代なんですけれども、1894から1965年、この時代は独特の日本文化がこう乱熟したというか栄えた時代でもあるんです。今の現代性とはまた違った、だけど現代にも通じるような文化の乱熟を感じます。このように昔の生活、光と影、自然の光、日本は伝統的なマテリアルとして障子がありますけど、その紙の障子を通して室内に入ってくる光、またはろうそくの光、そういったものが物事の姿を非常に不明確に見せることがあります。それが美しいと感じ、この作品のコンセプトを形作っていきました。そして最終的にこのコンセプトを言葉としてまとめ上げるために、私はこの本のタイトル「陰影来賛」という本なんですが、この本に大きく影響を受けました。これは私が最初に台本を読んだ時の印象のままに書いた初期のスケッチです。いくつかに分かれたレイヤー、そしていくつかのユニットで構成されている、そしてそれらが動く空間、その中に人物が漂う、そういうイメージでした。これはいくつかの舞台写真を流していきます。舞台の中でこれは一つの象徴的なシーンなんですが、一人の探偵が自分のその頭の中の思索をめぐる、頭の中の考え、思索をなんていうんだろう頭の中の考えをこう巡らしていくわけですね。自分の頭の中に入っていくようなイメージです。心の中、頭の中にこの彼の思考が入っていく、入り込んでいくようなイメージを視覚化したシーンです。階段のイメージ、そして折り重なる階段のイメージ、深く続く、それがレイヤー、重層的に、視点で視覚で表現しています。この中で殺人のシーンが登場するんですけれども、これは
シーンの中この作品の中でも最もまがまがしいシーンの一つです。人を殺したいと願っている人がその被害者を電気で、殺してしまうのですね。一つの部屋の中に罠のようなものを作ってそこに被害者を誘い込んで殺してしまうという、シーンです。今写真だと下に感電してもう死んでるんですけど、死んだ人が横たわっていますけど、この、電線が絡まっているオブジェクトは、オリジナルの形のものです。まがまがしさを表現するために日本の、神社などにある鳥居を少し取り入れた、これシャレじゃないけど取り入れた形になっております。この写真はこの作品で私がとても好きなシーンの写真なんですが、ラストシーンです。殺人者であるおせい、この作品の主人公なんですけれども、彼女が、自分の心の光と闇の迷宮を抜けて最後光の中に入っていくというようなシーンです。ちょっとこの辺りで、実際の模型写真、実際の模型の実物をもとに皆さんにご説明していきたいと思います。今ライブ会場ですので模型の前に移動します。So now we are moving to the normal model. So this model made of kind of several boxes which is movable. Actually, it moves during the show so many times, and it's kind of like puzzle, kind of three-dimensional puzzle, rather than flat Japanese painting. It's more kind of abstract, three-dimensional, and also movable screens, shoji screens that I mentioned to you, which take the light from the behind. So it's kind of very translucent one. The light comes through, but we don't see what's the behind. We don't see behind the screen. So it really helped practically for the show. The process of the show. It's really helped for audience because of so many scenes I had to depict to the audiences. And also the stairs are important object, important important what is that? Element. Yes, thank you. Important element of this model as well. So everything is quite movable. And this is the electric wires, kind of brutal one. Yeah. Which doesn't set every time on the stage, but only on the scene it's fly in from the fly. So I think I would be very happy to answer your questions if you have. Some question? If you have any questions? Yes. Well, how did the objects move back and forth? I did not understand. By hand, the actors were moving them? Stage hand. The stage hands. So what moved? There are mainly three big wagons, and it go back and forward. So the three wagons go back and forward, and also this plate moves from stage right to left, and also the screens also
moves like this. So when I want to conceal the scene totally, the screen helps. These screens helps. It's kind of like a curtain of the show, of the theater. Which play was this for? Which play was this for? What is the name of the play? Name of the play? What was this one? Yeah, this one is name of the play is Osei Danko. This is the one I explained. Yeah, Danko. Another question? Thank you for your question. It's a very good question. There is also some kind of movement in the set in Kabuki, you know, the frames come and they go back and this thing. So do you feel you're influenced by Kabuki scenography? Very good question. Very good point. Well, I think kind of infection of Kabuki, influence of Kabuki is kind of is always on me. Yeah, because unconsciously, I think I have. Kabuki has a kind of movement of horizontal movement, and I use this movement quite a lot. But additionally, I put a kind of movement from upside down, a kind of vertical movement, and also from rear to front. Yeah, so I just wanted to make the space more complicated, kind of uncanny feeling that I wanted to convey to the audience. I just wanted to ask, in Japan, there are many big theater companies. So do they all have their own stage designers, or do you just go from one company to the other? Yeah, so later on. So I'm not belong to one company, but I work kind of like a freelance designers. I think almost all Japanese designers are freelance. Yeah, so I work for many productions. Have you done any Shakespeare? Yes, I have. Okay. Actually, Shakespeare play played in Japan quite often. One of the most production which is frequently played. Okay, another question, if you have. Okay. So, how many years did it take you to, go from like a student to professional, and what was your journey for that? Was it, hard, exciting? What was it like? How many years to take to be a designer? That's a very interesting question. There is no right answer, probably. In my case, I took so long years. I had 4 years apprenticeship when I was young. At the time, apprenticeship worked in theater in Japan. Now it's still working, but it's slightly different. I had 4 years, and then I started my own career from a very small theater, like a fringe. And I decided to study in the UK when I was young. It was 2000 to 2002, more than 20 years ago, long time ago. And I came back to Tokyo, and I restarted my career from the scratch, kind of. And it took a long time. Are there schools of stage design in Japan? Yes, there are schools. Not many, though. The school I studied was Art University, and focused on scenography. So my major was scenography. And now I teach at the theater at the university, and which has a department of the theater and the performance. And we also, students also learning the design and the techniques for the theater. So some. Right. No, theater is very kind of important theater style in Japan, especially for myself.
I haven't done any no play as my designer's job, but I think the concept of the no is quite important and kind of a basement of a way of thinking. So because of their lack of symmetry. This is kind of really influenced myself about my design. I don't like to make a kind of symmetrical one, but I do rather than rather kind of abstract and more using many diagrams. Yes, shape. じゃあこれで終わりでいいですかね。はい、どうもありがとうございました。Thank you very much. That's end. Thank you so much, Mr. Shusaku. ありがとうございます。Thank you. Thank you very much for coming, people. Enjoy your day. Thank you. じゃあこれで、プラハからの、ライブインタビューになりましたけれども、一度終わりたいと思います。ありがとうございました。